日本語で仕事の話をします。難しいところは2回言います。違う言い方に変えて話すこともします。初めての仕事は本屋です。本屋で働き始めました。なぜなら僕は本が好きだったんです。よく本を読んでいました。初めて働いたのは18歳でした。18歳。高校生ではバイトをしませんでした。高校が終わって大学生になった。大学生になってから初めて仕事を始めました。バイトを始めました。アルバイト。それを日本ではバイトと呼びます。学生がする仕事はバイトが多いです。それでね、初めてのバイト、緊張します。まず一つやらなければいけないことは、面接ですね。本屋の人に電話して、すみません、働きたいです。そう言いました。そうすると、その人が、じゃあ、面接をしましょう。会って話しましょう。会って話して、働けるかどうか、話しましょう。あなたがここで働けるのか、働けないのか、話しましょう。18歳。何もわかりません。僕は何もわかりませんでした。敬語をうまく使えない。丁寧な言葉をあまり使えない。まだわからないから。多分、すんませんって言ったと思います。すみませんではなくて、すんません。ね。すんませんはカジュアルな言い方ですね。すみませんのカジュアルな話し方です。そして面接の日になりました。面接はね、緊張しますね。で、日本で面接に行くときは、面接の紙を作ります。履歴書と言います。履歴書を作ります。そこには、僕はこういう人です。僕の情報を書きます。名前。どこに住んでいます。何歳です。電話番号です。あと、学歴ですね。どんな学校に行ったか。学校の歴史、学歴。小学校行きました。小学校を終わりました。中学校に行きました。中学校終わりました。それを書いて。そしてね、そこには志望動機がありますね。なぜここで働きたいのか。なんで働きたいんですか ?OK さん。それを書く場所があります。それがね、狭いんですよ。大きくない。スペースがあまりない。何文字ぐらいあるんだろう。100文字かな。100文字書けるのかな。ね、そこに。で、何を書けばいいんだ。ね、わからない。だから、いろいろな本を調べました。面接、バイト、履歴書の書き方、履歴書をどう書くんですか？そういう本を調べて、私は本が大好きです。ね、本が大好きで、人と話すことが好きなので、この仕事に合っています。毎日仕事できます。ね、
そういうことを書きますね。僕も書きました。多分、良くない志望動機を書いたと思います。あんまり、なんて言うんですか？素晴らしいというものは書けなかったと思います。でも大丈夫でした。でも、OK、働けるよ。じゃあ、また1週間後来てね。ね。そういうふうに、仕事を始めました。その本屋さんは大きかったです。僕の住んでいたのは名古屋の人が少ない場所です。人が少ないから建物が大きい。大きい建物が多いんです。本屋も大きい。ハンバーガー屋も大きい。牛丼屋も大きい。そしてみんな車に乗っている。車に乗って毎日過ごしている。でね、初めての日、初めて仕事の日、緊張しました。もうドキドキして、笑顔で行かなければいけない。笑いながら行こう。笑いながら本屋に行く。ね、不自然な笑顔。自然じゃない笑顔で、おはようございます。ね、そういう顔で行きました。緊張しますね、最初は。で、1階と2階があるんです。1階にも本がある。2階にも本がある。2階は漫画がいっぱいありました。漫画のコーナーですね。僕はその時漫画たくさん読んでいたので2階が好きでした。1階にはいろいろな本があります。雑誌は毎週出る本、毎月出る本。薄いですね、雑誌は。雑誌は薄い本です。そして大きい本です。そして写真も多い。写真がたくさん載っている。絵も多い。ね。そこでは皆さん、人がたくさんいます。みんな立って雑誌を読んでいますね。立って読むことを立ち読みと言います。立ち読み。ね、立ち読みしてるんですよ。こうやって。買わない人もいっぱいいますよ。皆さんもそうですか？僕もよく立ち読みしていました。ね、立ち読みして買わないで帰る人がたくさん、ね、いて、最近は立ち読みしてインターネットで買う人もいますね。本物を見て、よし、インターネットで買おう。ね、インターネットの方が安いし、インターネット安いから買おう。そういう人も増えますね。それは当たり前ですね。自然なことですね。でも、本屋は難しくなります。本屋の人は大変ですね。だから、お店のある本屋は減りますね。お店を持つのは簡単じゃない。毎月ね、たくさんお金を払わなければいけません。その場所のお金、家賃をたくさん払わなければいけない。大変です。それは別の話です。
戻りましょう。最初の話に戻ると、僕は初めて行きました。もう最初は何もわからない。本はどうやって売るんですか？本はどうやって売ればいいんですか？そういうとこから学びます。勉強します。レジの打ち方をまず勉強しますね。まずレジはどうやって打てばいいんですか？たくさんボタンがあります。たくさんボタンがあって、どれを押せばいいのかわからない。レジが一番怖かったです。最初、一番怖かったのはレジです。レジを打つことが怖かった。変なボタンを押すと、違うボタンを押すと、違う数字が出ますね。1000円と打ちたいのに、1万円と打ってしまう。ねえ。そういうこともあります。お客さんが来て、1000円の本を持ってきました。僕がレジを打ちます。1万円。1万円になります。1万円です。ね。お客さんは、はぁ？いや、1000円ですよね。あ、すみません。打ち間違えてしまいました。大変失礼いたしました。申し訳ございません。ね。そういうことが起きてしまいますね。怖い。怖いです。なので、レジを打つことにまずは集中しました。まずはレジ打ちを完璧にする。レジ打ちを覚える。それが僕の最初のゴールでした。そして二つ目に大事なこと。お客さんと会話。お客さんにどう話すのか。それが大事です。日本ではホスピタリティという言葉を使います。英語のホスピタリティをカタカナで使います。おもてなしです。お客さんにいい気分になってもらう。この本屋に来てよかった。インターネットの方が安い。だけど僕はこの本屋で買う。私はこの本屋にいつも行く。そう思ってもらう。そのためにはサービスが大事です。僕はホスピタリティがとても苦手です。めちゃくちゃ苦手です。得意なことと苦手なことってありますね。人に対して明るく笑顔で、ね、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ありがとうございます。爽やかに話したい。爽やかというのは気持ちがいい。ね、スポーツをしている人は爽やかな人が多いです。今日も筋トレしました。もう眠いです。おやすみなさい。明日もいい天気になるぞ。はーい。爽やかですね。爽やか。僕は、爽やかと言われたことはないですね。爽やかという言葉はあまり言われたことがありません。なぜなら爽やかではないからです。はい。少し変だね。変わっているね。そう言われたことは多いです。少し変なことを言うね。そう言われたこともあります。でもこれは日本語の能力とは関係ありません。日本語はちゃんと話せます。ただ、
少し普通の考え方と違うところがある。そういうことですね。でもそれは僕は18歳。よくわかりませんでした。まだよくわかんなかったです。なので、接客、ホスピタリティ、お客さんと話すこと。これがね、難しかったんですよ。それが全くわかりませんでした。わかりませんでした。というよりも、それを考えていなかったと思います。お客さんに楽しんでもらう。いい気分になってもらう。それを考えていなかったと思います。僕が考えていたのは、早くレジを打つ。レジを間違えないように打つ。タタ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 。そして本が来た。それをちゃんと袋に入れる。袋に入れなければいけない。やることが多いんです。たくさんやらなければいけない。もうそのことで頭はいっぱいでした。まずお客さんが来たとき、ステップを話します。どんなことをするのか。お客さんが来ました。いらっしゃいませ。と言います。まずいらっしゃいませを言わなければいけない。もうそれがまず緊張します。恥ずかしい。いらっしゃいませ。自分から話すのか。自分から人に話しかけるのは緊張する。ね、そういうふうにまず思いますね。でも、なんとか頑張ります。心を奮い立たせる。ね、心を準備させます。さあ、今から言うぞ。今から言う。今から言うぞ。いらっしゃいませと言うぞ。お客さんが来た。よし、今だ。待て、でも、考えろ。僕の頭考えろ。顔はどうなっている？顔は今、どういう顔ですか？こういう顔です。何も考えていない顔。これは良くない。顔を笑顔にしなければ。よし、笑顔にするんだ。よし、笑顔ができたぞ。さあ、いらっしゃいませと言うんだ。いらっしゃいませ。声が裏返ってしまった。声が変なところで上がりましたね、今。いらっしゃいませ。この声が裏返ると言います。裏に返る。反対側になる。ね。反対側になってしまった。それを裏返ると言うんですが、裏返ってしまった。恥ずかしい。もう恥ずかしい。もう、この人の目を見ることができない。もう、目を見て話せない。ありがとうございます。1000円です。ね。もうそこで僕の心は折れました。心は負けました。もう僕はこの本屋はできない。ダメだ。僕はこの本屋では働くことができない。やめよう。もう。バイトなんてやめよう。できない。くそー。悔しい。お金は欲しいけど。でも、僕にはいらっしゃいませが言えない。ね、そういうふうに思ったりもしました。それで本を売る次のステップ。次にすることは、本を袋に入れる。本を袋に入れます。その前に聞かなければいけない。袋は必要ですか？袋はいりますか？この本、袋に入れますか？そうすると、お客さんが答えます。はい、入れてください。はい、お願いします。
お願いします。欲しい人はそう言います。いらないときは大丈夫です。結構です。袋はいりません。いろんな、人によって答え方が変わります。皆さんいろんな言い方をします。ね、もしあなたが日本でバイトをすることがあったら、そういう日本語を聞くことになると思います。そういう日本語をみんな話す、ね、と思います。そして袋に僕は入れます。そしてテープで留める。そしてそれを渡します。本を渡す。ありがとうございました。これが本を売るプロセスです。これが本を売るということですね。他にもね、本屋ではね、いろんなことをします。知らなかったことがあります。本屋で働く前には知らなかったこと。それは、返本作業があります。返本というのは、本を返す。どこに返すんだろう。そう思います。その本は、本を作った会社に返します。ですね、説明します。本屋は、本を買っている、本を買います。そして本を売る。そういうこともあります。でもう一つ、本を借りて、置いて、売れなければ戻す。売れなければ本を返す。そういうこともあるんです。だから、本を作った会社が、この本を10冊置いてください。この本を10冊お店に置いてください。そう言われました。で、本屋の僕は、この本ですか。でも売れるかな。この本は人が欲しい本かな。この本は欲しいかな。そういうことを考えます。そして、よし、この本は売れそうだ。と思ったら、じゃあ置きます。ここに、お店に置きます。ね。と言って、借ります。で、10冊置きました。1ヶ月経って、ね、僕が本を売ってます。いらっしゃいませ。ありがとうございました。ね、そうやって本を売りました。で、8冊売れました。8冊売れましたから、よかった。でも、2冊は残っている。2冊残っているから、これはもう売れない。返そう。ね。そうやって、2冊売れ残ったんで、戻します。そういう作業があります。そういうことをするんですが、それが、返本です。これはね、段ボールに本を入れます、まず。これ大変なんですよ。これね、体を使う作業です。結構こう、体を動かして本を入れなければいけないから大変でした。でも、僕はこれが好きでした。なぜでしょう？はい、そうです。人と話さないでいいからです。人と話す必要がないからです。自分でできる。一人でできること。これは楽です。僕にとっては楽でした。ホスピタリティとの逆。一人でやる。これは楽ですね。はい。なので僕の好きな作業は
返本作業でした。本屋のね、裏に行くんです。本屋の奥の方に行って、スタッフルームがあるんです。ね、扉を開けると違う部屋があって、そこにはいろんな本が置いてあったり、ほうきが置いてあったり、掃除するものが置いてあったり、いろんなものがあります。ガレージのようなものです。そこに段ボールがたくさんあるんですよ。段ボールの匂いがします。あの匂い何ですかね。段ボールって茶色のね、大きい紙ですが、引っ越しの時も使いますね。いっぱい持ってきて、広げて、そこに荷物を入れて、その段ボールを閉じる。テープで段ボールを閉じる。そして、運ぶ。そういうものが段ボールですが、それをね、10個、20個、20箱。段ボールは箱で数えますね。1箱、2箱、3箱、4箱、4箱、5箱。とにかく箱を使います。たくさん入れて、重い。重いよ。って言ってね。運ぶ。で、その後、テープで留める。テープでしっかり留めて、はい。会社に戻します。ありがとうございました。ね。という作業。見てると面白い。いろんな本がありますから。子供の本もあるし、雑誌もあるし、日本語の本もある。で、時々大人の本もある。大人向けの本もある。ね。日本はね、コンビニに行くと、時々、大人の本がね、置いてあるんですよ。これはね、日本に来た人はびっくりする人もいると思います。驚くと思います。これは子供に見せていいのか？子供には見せられない本。子供に見せたら、ちょっと。目を閉じて。大人の本があるよ。ねえ、なんていうものがね、置いてありますからね。コンビニに。で、そこには18歳。18歳より下の人は読んではいけません。18歳になってから読んでね。時々ね、そういう本もありますから。ね、それをちょっと見て、おうって言ってね。なるほど。こういう本もあるのか。ね、ちゃんと調べて。こういう本も。なるほど。って言いながらしまう。そういうこともあります。はい。それが僕の初めての、バイトでした。仕事でした。そのバイトはね、どれぐらいやったのかな？ 1 年ぐらいやったのかな？ 1 年ぐらい働いたと思います。で、僕には目的がありました。そのバイトをしていた。一つは、勉強。ね。働く経験。働くことをしてみよう。ね。それは大事。で、二つ目は、自分のため。ギターを欲しい。ギターが欲しい。ギターが弾きたい。ね。そのギターを買うためにお金を貯める。それも二つ目の理由でした。なので、1年働いて、7万円。7万円を貯めました。7万円。で、僕の欲しいギターが7万円だったんですね。
で、それがね、溜まった時は嬉しかったです。よし、ギター買える。そして、友達と一緒にバンドができる。うん、新しいギターでバンドができるぞ。と思ったんですね。僕の最初に買ったギターは、テレキャスターというギターでした。フェンダージャパンというところが作ったテレキャスターというギター、エレクトリックギターですね。うん。最初に買った時は嬉しかったな、はあ、こんなかっこいい。めちゃくちゃかっこいいぞ。ね。いい音だ。ね、いい音がするし。うん。あのギターどこ行ったんだろう。あのギターないな。そういえば。売ったのかな。売ったような気もしますね。覚えてないな。でも、最初のライブはそれでしました。初めてのライブは、そのギターでやりましたね。うん。はい。まあ、それを買いましたと。そして僕はその本屋を辞めました。うん。本屋を辞めて、次のバイト。またホスピタリティのバイトです。接客をするバイト。お客さんと話すバイト。なぜそれを選んでしまったんだ。いや、ここには理由があります。その時僕は、彼女がいない。彼女がいなかった。彼女が欲しい。僕はガールフレンドを見つけるぞ。でもいない。でも多分僕は何かを変えないと彼女はできない。その時考えました。僕は少し喋るのが苦手だ。話すのが得意じゃない。人と目を合わせるのも得意じゃない。目を見て話すのが得意じゃない。そして時々変なことを言う。変なことを言ってしまう。もっと爽やかになりたい。僕もスポーツマンみたいに爽やかになりたい。今日も筋トレしたぜ。おはようございます。うい。ねえ、行く？舞ちゃん、カラオケ行こうよ。舞ちゃん、明日は野球をしようよ。明日はサッカーしよう。好きだよ、舞ちゃん。僕と付き合ってくれ、舞ちゃん。結婚しようぜ、舞ちゃん。ね、そういう爽やかな人間になりたい。そういう気持ちがあったんです。そう思いました。本屋では接客はしますけど、人と話しますけど、短いです。ねえ、いらっしゃいませ。袋いりますか？ありがとうございます。1000円です。その4つしか言わない。ねえ、4つの言葉。僕も最初は緊張した。最初は緊張しました。でも、もう1年やって、慣れました。慣れたんです。それを話すことに。何回も同じこと言ってるからね。何回言ったんだろうね。いらっしゃいませ。袋いりますか？何回、1000回は言ったんじゃないですか？もっと言ってる。だからもう、目をつぶってても言えますね。いらっしゃいませ。袋いりますか？はい、ありがとうございます。ね。これ日本語と一緒ですよね。日本語も1000回同じこと言ったら覚えますよね。さすがに。1000回同じことを聞かれて。ね。いや、袋いらないです。袋いらないです。これが1000回よ。ねえ。やだよ。そんな聞きたくないよ。でも聞いたら覚えますよね。だから、ね、とにかく数を入れる。たくさん数を入れて、たくさん数を入れて、たくさん数を出す。何回も聞く。何回も聞いて、何回も出す。本当に、自動になります。頭が。頭が自動的に
覚えます。だから他のことに集中できますね。それをやりながら他のことを考えることもできる。あ、このお客さん今日はお母さんと一緒に来ている。とかね。この人今日は嬉しそうだな。とかね、考えることができる。ね。日本語だったら、あ、この言葉知ってる。で、この人の顔は嬉しそうだな。この言葉、嬉しそうな時に使うんだ。この言葉、嬉しそうな時にも使えるんだ。ね。そういう脳のスペースが生まれますね。その頭の中でもっといろんなことを考えることができる。ものになれると。何かになれると。何回も聞くと。うん。ね。なので今僕は同じことを何回も言ってますね。同じ言葉を何回も言って、そしてそうじゃないときは違う言い方で話しています。違う言い方で話すことによって、今あなたが知らない言葉があったら、この言葉は、次の言葉で分かったぞ。こういう意味なんだ。と覚えられますね。うん。そういう覚え方のできることを今話しています。この方法は僕は、日本語を覚えるのにとてもいいと思っています。毎回知らない言葉の後に、例えばね、英語で言うのもいいんですけども、なるべく日本語でそれを言うっていうことをしたい。ものすごく難しい言葉とか、特別な言葉はその後に英語を使うと早いですけど、でも、例えばね、返本とかだったら、その後に本を返すっていうね。そうすると、本と返すを知ってる人だったらわかりますね。返本、本を返す。ただ本を知らなかったらわかりませんね。その場合は、本を見せるとか、ね、本を見せたり、本はこういうものですね。そういう説明になります。でも、今見ている人は、本はわかる人が多い。そういうふうに決めて話しています。本は説明しなくていいだろう。本の説明は必要ないだろう。そういう話し方で話しています。はい。ちょっといきなり説明してしまいましたけど、このポッドキャストはそういう話し方をしています。はい。どこまで話したか忘れてしまいました。何の話か忘れてしまいました。何でしたっけ？2個目のアルバイトの話ですね。2個目のバイトの話。そう。なぜその2個目のアルバイト、ホスピタリティを選んだのか。もっと人と話す練習をしたい。もっと接客をする。そのためのトレーニングです。そのトレーニングのためにカフェを選びました。しかも、そのカフェはおしゃれなカフェです。それが3つ目の理由です。3つ目の理由、おしゃれになりたい。ちょっと素敵なカフェに行って、素敵なカフェで働いているあの人、かっこいいね。そういう考えでした。19歳です。19歳ですよ。で、19歳の僕はとてもそういうことが大事だと思っていました。そういう人からの評価。ね、人がどう思う。人にかっこいいと思われたい。人におしゃれと思われたい。はい。そういう気持ちがあったので、ね、始めました。ちょっと爽やかな人が多い。
そんなイメージがありますね。うん。爽やかね。爽やかな人が多いイメージ。はい。そうなんです。僕の選んだカフェは、ケーキも売っているカフェでした。大きいんですよ。またね、大きいカフェで、座って食べることもできるし、座って食べる場所もあるし、ケーキを買うところもあるんです。ケーキだけ買うところもある。一緒になってるんですね。で、そう初めて行った時、面接行った時も、おしゃれだな。かっこいい。みんな制服を着てるんですね。みんなシャツのある服を着て。なんか、爽やかなんですよ。あ、いらっしゃい。いらっしゃいませ。元気？うん。じゃあ今日からよろしくね。よろしくね。いやー、素敵な人だよね。うん。元気かな？ N さん元気かな？ N さんはいつも笑っていました。背が高くてね。素敵な笑顔でね。かっこよかったね。おい。じゃあ今日はサンドイッチを作るぞ。サンドイッチを作るぞ。わかりました。ね。で、最初にね、もう緊張がすごいですよ。緊張しました、めちゃくちゃ。だって、今度はホスピタリティがかなり大事になってきますね。接客がめちゃくちゃ大事になってきます。もうまずはお客さんもちょっと違うんですよ。お客さんも本屋とはちょっと違う。こう、若い女性も来るんです。ねえ、若い女性が3人で来る。緊張しますよね。うわ、若い女性が3人来た。変なやつって思われたらどうしよう。なんか気持ち悪いって思われたらどうしよう。いやー、困るな。よし、変じゃない顔をしよう。ねえ、顔を作って。よし、爽やかな顔を作ったぞ。よし、いらっしゃいませって言うぞ。あ、いらっしゃいませ。ね、声ちっちゃい。ね、声小さい。みたいな。裏返りはしなかったけど、小さくて聞こえない。ねえ、そういうこともありました。うん。ね。で、お客さんが来たら、何名様ですか？何名様ですか？ 3 名です。3人です。ね。どちらでもいいですよ。名でも、3人でも、3名でもいい。ね。じゃあ、こちら、どうぞ。ね、こっちに、どうぞ、来てください。短く言うと、こちらにどうぞ。こちらどうぞ。と言いますね。そして、広い店内を歩いていく。そして、ソファーの席と、テーブルの席があります。どちらになさいますか？どちらのお席なさいますかね。どっちにする？テーブルとソファーどっちにする？っていうことですね。で、ソファー席に着いたら、いらっしゃいませ。で、メニューをね、見せるんです。こちらメニューです。こちらメニューをご覧ください。メニュー見てください。うん。緊張したな。今もね、緊張すると思います、それは。やりたくないよ。やりたくないよ。緊張するよ。ねえ。うん。で、その後は、水を持っていくんですね。日本は、水、ね、氷を絶対入れて
持ってきますよ。最近水入れない、氷入れないとこも増えましたね。で、昔は絶対氷が入って。それがいいサービス。冷たい水が出てくる。ね。それがいいサービスと、言われていました。みんなそう思っていました。あと、おしぼりですね。おしぼり。ホットなおしぼり。温かいね、タオルをね、持ってきてね。手を拭ける。手を拭くためのタオル。それ持って。で、そこで、お決まりですか？注文は決まりましたか？と聞くんですね。注文はお決まりですか？まだですか？まだ決まってない。じゃあ、また、後で来ます。それを、後ほど、後で、後ほど、敬語ですね。後ほど、お伺いします。聞きます。敬語ですね。後ほどお伺いします。後で聞きます。後で聞きます。ね。そうやって、接客の仕事をして、結局そこでは、そこも1年ぐらい働いたのかな。1年ぐらい働いたと思います。そこはね、良かったですよ。ケーキをもらいました。ケーキをね、食べることができたんです。たくさん作って、ね、夜、もう売れなかったケーキ。もったいないから食べていいよ。くれるんです。優しい。だからね、僕たちはそれをもらって、見えないところに置いて、で、食べたいなと思った。その時は、お客さんがいないところね。お客さんがから見えないところで、座って、パクって食べて、美味しいな。ね、早く食べる。もぐ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 って食べて、で、そこで良かったのは、キッチンにも入ったんですね。キッチンで、包丁を持ちました。包丁を持って料理をする。料理をする勉強もできたんですね。そこではサンドイッチ、ハンバーガー、サラダ、スープ、そういうものを作っていたんですね。なので、まずは包丁をね、使うところから覚えました。大きいね、包丁を持って。野菜をね、たくさん切るんです。もう、たくさんの野菜をずーっと切って、ね、そういうことをやって、あとサンドイッチをね、作ることをね、教えてくれたので、楽しかったです。その後ね、家に帰って家族に作りました。ね、このカフェのスタイルのサンドイッチを作りますって言って、ね、チキン、ね、カレー味のチキンにいろんなソースをつけて、で玉ねぎを入れて、それをトーストする。そういうね、サンドイッチを作りましたね。美味しかったな。そして何より大事なことは、僕はそのバイトをしている時に彼女ができました。素晴らしい。素晴らしい。ゴール達成。目的が達成されました。これはね、本当にそのカフェだったから良かったかもしれません。この人、あのカフェで働いてるのか。じゃあおしゃれなんじゃない？じゃあちょっとおしゃれかもしれないな。この人を一人で見るとおしゃれじゃない。この人はおしゃれじゃない。でも、この人、このカフェで働いてるからおしゃれなんじゃないか？もしかして。ね。そういう、そのカフェの力を借りて、なんとか、印象づけることができたんじゃないかと思います。彼女が興味を持つ要素の一つになったんじゃないかな。
思います。はい。まあそんなね、働くことについてのお話でした。うん。このポッドキャストはね、ペイトリオンがあって、もし振り仮名が見たいという人は、そのペイトリオンに振り仮名が見れるところがあるので、ぜひ見てみてくださいね。また、長いね、エピソードもたくさんあるので、ぜひぜひ、ここで時間がある人は聞いていってください。それではまたお会いしましょう。さよなら。